ご視聴ありがとうございます。KK です。本日は来年の干支蛇の年賀状を3種類書いていこうと思います。丸や数字、楕円形が基本となる形です。蛇の形の取り方や年賀状に添えると華やぐ松、竹、梅の書き方を紹介しています。最後までごゆっくりご覧ください。最初に紹介する蛇は丸の形から描いていきます。顔の部分は細長い楕円形を描き、あとは円周の内側にラインを引いていきましょう。胴体の太さを微調整し、最後の尻尾の部分を細く終わらせることがポイントです。目と舌を描いて出来上がりです。次に紹介する蛇は数字の2と6の形から描いていきます。2の描き始めの部分に楕円形を描き、顔の部分とします。そこから6につながるようにラインを引きましょう。そして6の内側に小さい楕円形を描きます。左側に細い尻尾が見えるように描きました。いらない線を消し、胴体の太さを調整しましょう。ここでは目を閉じた蛇の顔にしてみました。最後は丸と楕円形2つを積み重ねた形から描いた蛇です。丸の円周に沿わせて楕円形を描き、蛇の顔の部分にします。そこから下の楕円形の円周に沿わせるようにラインを引きましょう。形が分かりやすいように必要ない線を消しています。一番下の楕円形の下の円周を描き、尻尾は上に上がるような形にしてみました。この蛇には目にまつげを描いてみました。3種類の蛇の形です。それでは絵の具で描いていきましょう。ここではピンクと白を使っていますが、実際に描くときにはご自分の好きな色を使うと良いと思います。平筆10番を使い、ダブルローディングで描いていきました。まず頭の先端をなぞるように描いていきましょう。C ストロークを横に細長くしたような感じです。胴体の部分は円周に沿わせるように筆を動かしていきます。ピンクが外側になるように描いています。色が続かなくなったので、継ぎ目のところに気をつけて何度か描き直しをしました。尻尾のところが太くならないように筆をスッと抜いていきましょう。目は筆の後ろでドットを打ち、ライナー筆で下を描いて出来上がりです。次に数字の2と6から描いた蛇の色をつけていきたいと思います。先ほどと同じように頭の先端から描いていきます。ダブルローディングのピンクが上に来るようにして首の部分を描いていきましょう。継ぎ目の部分が目立たないようにして続きを描いていきます。楕円形の内側に濃いピンクが来るようにして逆方向からつなげました。尻尾の部分が細くなるようにスッと筆を抜くように描くのは先ほどと同じです。この蛇にはライナー筆で閉じた目を描きました。舌を描き、目にはまつげも描いてみました。3番目の蛇も同じように頭から描いていきます。上にダブルローディングのピンクが来るようにしてS の字を書くように筆を動かしていきましょう。楕円形の途中で筆を終わらせ、逆方向から胴体を描いていきます。この時ダブルローディングのピンクが上と外側になるように筆を動かしていきましょう。一番下の楕円形の部分もピンクが上になるように筆を動かしていきます。両端の部分に丸みを持たせるために後で書き加えています。
先が細くなるように尻尾を描きましょう。この蛇の目にはまつげをつけてみました。3種類のポーズの蛇が描けました。年賀状に添える松、竹、梅の描き方について簡単に説明したいと思います。松は真ん中を高くした3つの山を描きます。緑と白のダブルローディングでその山に沿わすように筆を動かしていきましょう。丸筆で中央に引っ張るようにストロークをします。両脇に小さいストロークを入れても良いと思います。1つ目の松のイラストです。ライナー筆を使い、その3つの山の中を埋めるように描く方法もあります。ライナー筆で1つずつ山を埋めていきましょう。中央のラインに集めるように描いていくと形が取りやすいと思います。手前の空いた部分にも一山の松の葉を描くように埋めていきましょう。一山一山の松の中央に焦げ茶で枝を描くと松らしくなってくると思います。下に少し太い枝を描き、それにつながるように松の枝を描いて出来上がりです。竹は細長い葉を描くことによって表現することができます。刃先が細くなるようにストロークをしていきましょう。ここでは丸筆の2番を使い描いています。刃先を細くするには筆を少し回転させ、最後は持ち上げるようにして描いています。筆をスッと払うことによって刃先を細くすることもできます。幹は平筆のダブルローディングで描いていきます。節の部分は筆を横に揺らし、そしてまた幹を描くというこの繰り返しです。幹の周りに先ほどの描き方で葉を描いていきましょう。節につながるように枝を描いても良いと思います。梅は筆の後ろの部分を使いドットを打ちます。下の3つを大きいドット、上の2つを小さいドットにすることによって立体感が出ると思います。つぼみはドットを1つ打ちます。枝はまず太く描き、そこから分かれる枝は細く描きましょう。枝先につぼみを描いて出来上がりです。大きく梅の花を描きたい場合は楕円形の中に5枚花びらを描きます。平筆のダブルローディングで1枚1枚花びらを描いていきましょう。中央に集まるように筆を動かしていきます。おしべの柄の部分も中央に集まるようにライナー筆で描いていきましょう。おしべの先端の部分はライナー筆で絵の具を置くようにして描いています。花びらが丸まった感じを出すためにもう一筆加えようと思います。丸筆全体にピンクを取り、筆の片側に赤を取りなじませます。その筆を使い花びらのカーブに合わせてストロークをしました。梅の丸い花びらの感じが出るように思います。ではこれらのイラストを組み合わせて年賀状を描いていきましょう。ここからは年賀状の制作過程です。3枚の年賀状を描いていきます。制作過程をお楽しみください。
3種類の年賀状の出来上がりです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価とても励みになります。よろしくお願いします。また感想やリクエストなどございましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。